いいですか、お二人。中にいますか、この中で。ぜひぜひ。お願いします。斉藤博之と言います。斉藤さん、よろしくお願いします。和紙を作って斉藤さんも作られてるんですか、ご自身で。作ってますね。ただ、実際に作業するのは金箔割る作業とかがメインではあるんですが、はいはいはい。さっき言った千葉さんとかが、これまさに千葉さんに教えておお、なるほど。で、読み方、伊香崎和紙ですね。伊香崎町という町が、今市町村合併で内子町になってるんですけど、そういうことか。伝統工芸の手すき和紙を、江戸時代、古くは平安時代からあったらしいんですけど、江戸時代ぐらいから続いている職人が集まるエリアでございます。和紙が残っている数少ない。はいはいはい。ここ以外だとどこがあるんですか、日本だと和紙が。日本ですか。大概水がきれいな場所っていい和紙の産地でして、代表的なのが美濃和紙。なるほど。岐阜ですね。越前和紙、新潟、福井、愛媛だと高知土佐和紙、あと鳥取島根とかで、日本酒とか美味しいところは大概いい和紙の産地では。そうなんですね。愛媛はもともとエリエールの大王製紙とか、紙産業が盛んなんですね。なるほどなるほど。水とかやっぱ大量に使うので、四国、愛媛が意外と適してるみたいな。同時に今治タオルとかあれも染色したり洗ったりなんで水がたくさん必要なんですけど、そういうことなんですね。そういう産業が意外と愛媛は残ってます。なるほど。じゃあアナログな手法で手すき和紙をベースに、僕は18年ほど前にこっち来て会社を作って、そのタイミングでこのギルディングというフランスの金箔の技法を勉強する機会があって、和紙100を装飾するというのが一つ新しいうちの武器でございます。もともとその18年前に始められるきっかけは何だったんですか。きっかけはもともと僕東京で IT 系の仕事をしています。IT 系の会社で起業する予定だったんですけど、なんでまたそこからアナログに、すごいアナログに。このうちこの人間でした。そうなんですね。なるほど。彼女は和紙をやってたわけじゃないんですけど、和紙がちょっと産業的に高齢化が進んだり、需要がダウンという話を聞いて、ちょっとこれがこれやるのも面白いかなと思ってこちらで起業してます。なるほど。ちなみにじゃあギルティングっていうのはどれをこういう金箔ってことですか、使ってる。猫だ。金銀銅ですとか酸化した箔とかを使ってるんですけど、型で糊をつけて上に箔を置いてこすると砂みたいな感じで糊のところだけ綺麗に。本当だ、すごい。こういう小物のほか、壁紙とか、そういうふうな建築インテリア向けの商品とかを使ってます。なるほど、すごい。ホテルとかでも使ってもらって。そうなんですね。最初はなんかでもいきなりなんですかね、奥様がご出身とはいえ大変な気はするんですけど。そうですね。違う業界でもあったので、最初の頃はなかなかあれでしたけど、展示会に出展したり、地道なところから販路を広げて。なんかあれですか、どこかに最初に職人さんに元に入って習われたりする感じなんですか。最初そうですね。あとどうかしら。僕もともと海外でいろいろ仕事したかったので。むしろその高齢化の職人から若返りをしなきゃいけないっていうので新しい人を募集したりとかして、一緒に技をマスターして、僕もやりますけど、むしろいろいろ育成というかですね、そのチームを作ることが最初のメインでやってます。最近は私はもう営業とか企画、来月とかもちょっとシンガポールとかで営業に行けるんですけど。なるほど。海外すごいですね。広がってますね。じゃあこの和紙のなんか特徴とかっていうのはあるんですか。そのギルティングっていうのはもちろんあると思うんですけど、その障子紙や書道用半紙がメインの産地でして、やはり丈夫で品質のいい和紙という評価はいただいております。そうなんですね。なるほど。ただ他の産地がダメかというと、や
産地ごとにいろいろ特色があるので、うんうんうん。なかなか優劣というところは難しい評価ではあるので、なるほど。まあ、職人はただ一流のメンバーが揃ってるいいためだと思いますけど、なるほど。大体どれぐらいのあれなんですか、金額感で販売されてるんですか。これはもうそういう作品なんですか。これ自体はすごい作品ですね。目立ってますけど。これも何年か前に銀座のポーラミュージアムでちょっと発あ、表したはいはい。スパイダーネットというちょっとこう、クモの巣をイメージした柄であったり、また屏風とかも、ああいうのも作られるんですね。はい。まあ、あれは内直しを作った後、京都の表具屋さんにお願いして、はいはい。屏風に仕上げたりうん、あっち奥のやつですか。ああ、そっか。屏風ですね。なるほどなるほで手前のボールみたいなやつは、あれも3年ぐらい前に、愛媛県の、メンバーと一緒に、立体的な和紙を作って、巨大な和紙ボールです、ど。おしゃれ。まあ、還元祭に合わせてああ、なるほど。持ってきました。なるほど。工程的になんかすごい特殊だったりするんですか。普通の通常の紙を作るのと。この人がさ、知識がなさすぎて。まあ、やはり手すき和紙自体が作り方、基本的にハンドクラフトなので、はい。特殊ではありますね。でもあれですか。木の皮ですかね。皮を、厳密に言うと、その繊維部分を、まあ、炊いたりして、ファイバーの強いところを取り出して、それを細かく砕いたものが原料です、ね。細かい強靭な繊維が絡まって丈夫な和紙が。はいはい。それはあれですか。水と海苔でこう合わせていくんですか。水の中にそれだけだと普通に沈んじゃったりするので、均一に保つためにトロロアオイという海苔、山芋のさらに粘性が高いような、そういうのを使うんですね。こうやるとこう水中の中に均一に原料が浮いたりとか、あとこう重ねてついていった後もきれいにこうポストイットみたいに剥がせるみたいな、そういう効能がある海苔も入れたりして、なるほど。まあお時間あったら工房和紙ついてるので、あ、本当ですか。どちらでついていらっしゃるんですか。ここから車で5、6分のところなんですけど、あ、そうなんですか。はい、明日もし時間があったら行けなくはないですけど、明日空いてたりします？ありますよね。あ、本当ですか。平日は職人が。ちょっとじゃあ寄ろうかな。じゃあ、ちょっとじゃあ。天神産紙工場という。はいはいはい。とこに。はい。今川沿いにある。ありがとうございます。ちょっと伺いますね。じゃあ、明日ちょっとろうそく屋さんとも寄る予定なので、ちょっとすごいいいですね。いろんな伝統が残ってて。ろうそくもそうですね。ハゼの特殊な加工の技がこう。ありがとうございます。ちょっと check it out. So here is the Ozu Washi factory, Ozu Japanese paper factory, Tenjin-san Kami Kojo. 手すき材からby hand, and then 経済産業大臣指定伝統的工芸品 traditional craftsman product designated by the Ministry of Economy in Japan. So here is the explanation about the Japanese paper made in this area called Ozuwashi. And then it says that this paper Ozuwashi was actually written in the very old document called the Kamiskicho Hoki, and so it's probably a long time ago, like more than 1,000 years ago. And then during the Edo period, like it says that the 80% of the revenue in the Ozuhan was brought by this producing this Japanese paper. And then during the Meiji period, there were a lot of companies here, more than 1,500 producers of this Japanese paper. But now there are 4 companies that's producing, and then the quality of this ozuwashi is very high, so it's actually used in the koshitsu, like the emperor's place, and for people really in a high class still using it. So this is the place that's producing. So let's get inside. 見学紙すき体験室。お邪魔します。わあ、
すいません。わちょっと放送入れるのでお待ちください。あ、はい。おー、はいはい。She said she's gonna make an announcement to the people walking, I think. Also, it's there. Here's also a shop that's selling here. Oh, wow. Product using the Japanese papers. そしたらご案内あ、お願いします。撮影とかして大丈夫ですか？あ、大丈夫です。お電話くださった。あ、そうです。はい。こんにちは。見学の方です。すいません。これが今日の原料は何ですかこれ？これは長いんでうんうん。絡んでいけませんので構造ですか今日は？今日は構造？構造ですかこれは？構造っていうんですか？構造っていう植物の名前で、あ、そうなんです。へ木の皮が原料になるんですけど、は紙の種類によって酵素とか三つ股、はいはいはい岩皮とかいろんな植物を、い。はいはいはい。主に原料になるんです。あ、そうなんですよ。そう構造が一番多いですね。木をこれ結局その外側だけ削って作ってるんですかこれって？削るんじゃなくてこう引っ張ると剥がせるんですよ。あーそういうことなんだスルンと剥ける感じです。あ、そうなんだ。へえ。でもこの色になるにはなんか干したりするんですか？そうですね。外側が茶色いので、茶色い部分を落としてはいはいはい。漂白して、ああ、なるほどなるほど。この後切った後にここで煮込みます。あ、これが煮込む釜なんです。あ、ここで煮込むんですか？はい。へ8え時間ぐらい。 8時間。へえ。煮込みます。はいはいはい。その前段階の準備中ですあね。これは本当に最初の段階っていう感じですか？そうですね。うちに届く状態では最初のあ、なるほどなるほど。な段るほど。ありがとうございます。あ、他にあるんですね、場所が。あ、こっちから行くのか。階ですね。こっちが工房で、106年はいはい。前から同じ建物を使って、へえ。もうだいぶガタが来てるいやいやあるんですけど、はいさっきの煮込んだ後の原料を、はい。一回水にさらしてはあはあ漂白はいはいはい。するんですよ。それがここになります。あ、そうなんだ。へえ。今はさらしてるものがないんですけど、はいはいここでお水に浸してはいはい。何日間かはいはい置いておきます。はい。なるほどなるほど。あ、すごい。いわゆる紙すきうん。な工程です。るほどなるほさらした後の原料は大きなミキサーみたいなものではい細かく砕いて、ど。ここで混ぜて紙すき。あーこれは最初に一番最初におじいさんが切ってたのをはい水につけて、はい。で水につけてつける効果は何なんですか？つけるのは漂白のあ、漂白か。ためです。そっか。白くする。そうです。はいはい。で、それをここで固めるんですか？前にミキサーみたいなもので繊維を細かくするんですよ。ああ、そういうことなんだ。そうすると原料がこういう状態あ、こういう感じなんです。はいへえ、ななるのるほど。で、はいはい。ふわふわした状態になったら水と海苔練りとはちょっと違あ違うんうんですよ。うん海苔って接着の効果があるものなんですけど、練りっていうのは粘り気を出すだけ、はいはい接着の効果はない。あ、そうなんだ。へえ。なるほどなるほど。それがもうなんか一体になってもくっつくんですか？自然に。そうですね。練りと水と原料をはい混ぜていくと、はいはいこうやって特に間に何にも挟まずにどんどん紙だけを重ねていっても、うんうんうん。最後この後乾燥の場所でうんまた1枚ずつ剥がせるんです。あれがですか？へえ。あれは間になんか入ってるんですか全部？入ってないです。あ入ってないんですかもう本当にすいた紙同士だけをどんどん重ねていきます。乾燥はもうあのままするんですか？それで。乾燥はこの後、板と石を乗せて水分をああ、そ絞っっかそっか。うんうんて、その後このジャッキ、ジャッキさらになんていう圧力をかけおーて、はいはい。水分をへ1日かけてゆっくり絞って、
た後に乾燥場に持って行ってあ、なるほど。乾燥します。まあ、絞るとその時点で一枚一枚分かれてるんですか？その状態だと固まっていて、その後2、3日自然乾燥させた後に水浸しにするんです。あ、また水不思議なんですけど、また水そうするとはいはい1枚ずつ剥がせるようにへなります。え、なるほど。へえ、面どういう白原理かちょっと私もなるほど。わからないんですありがとうございます。これはなんかすごい技術がやっぱそうですね。いるんですかね、これはやっいろんな注文が入るので、ほうほうそれに合わせて厚みをこあう調整しないといけないので、そういうことなんだそれが中の液体の濃度とはいはい食品のこうすくい具合、ぱへ重ね具合によって変わるので、え、なるほど。なるべく同じ厚みでこう汚れがないというか、へえ、いろんな理由でこう紙にシワが入ったり波打ったりしちゃうので、そうならないようにっていうのがすごい難しいです。これをまんまもあそこに載せてるんですか、実際？そうです、そうです。ちょっと見中があ、中にある。見ていいですか？はい。あ、すみません。セットして、ああ、なるほど。ほとんどだから薄くて見えない状態みたいな感じなんですよね。なるほどなるほど。へえ、面白いです。水に濡れてる状態だとより透けて見えるんですけど、乾いたらちゃんと白い紙。へえ、なるほど。ありがとうございます。お待たせしました。いろんな工程で水をたくさん使うんですけど、はいすべて地下水、はいはい。ここに大きな川があるので、あーはいはいそこからの地下水を汲み上げてうんうんうん使用していあ、ます。そうなんだ。なるほど。これは乾燥させてるんですか？そうですね、圧をかけてさらに水分絞った後、はいはい2、3日置いてるあ、間なるほどの状態ですね。なるほどなるほど。その後のものが、これがさらにもう一回水浸しにした後、うんうんうん。あ、はいはい、なるほどなるほど。さっき言った謎の1工程ってことそうですそうです。そうしないと1枚ずつ剥がせるようにならないので、なるほどなるほど。ここが乾燥する部あ屋あ、ですね。なるほどなるほでこの三角のステンレス板の中に蒸気が通ってるので、板が熱くなってど。はあはあはあはホットプレートみたいなああ、感じでなるほど早く乾燥。なるほどなるほど。へこれやり方はもうずっと昔からこういう感じなんですか？昔をいつというからなんですけど、もちろん蒸気とかない時代は板に立って天日干しをしてたんですけど、はいはより効率がいいように取っなるほど。たんで。何名ぐらい働かれてるんですか？職人さんが紙すきの方2人と乾燥の方、あと検品する方、職人、あと原料加工のおじいさん、
職人さんとしてはメインで働いてて、あとは売店と社長と有10人ぐらいですね。はいはい。あれさっきのあそこの男性ってあれですか？どこだっけ？出身がどっか？岩手のあ、やっぱりそうだ。翔くんともお話しされました。ちょっと多分ご認識されてないと思いますけど、ちょっと声かけてみようかな。あ、いや、関係者の時にいらっしゃって、ああ、そうなんですね。すごい、そうとか東北だったなと思って、そうなんですよ。岩手から紙すきをしてはるばるって。すごいですね。他にないんですか、逆にそういう場所はやっぱし。紙すきしてる場所はいっぱいあるんですけど、はい結構ご夫婦でされてる場所とかが多いので、なかなかこう外部の人を新しく雇う規模の場所は少ないです、ね。なるほどなるほど。へえ。すごい。すごい。ありがとうございます。お姉さんお名前なんて。波江と言います。お姉さんはもう長いんですか、こちらは。私は3年半前に内子に移住してきて、あ、そうなんだ。へえ。最初はこの乾燥してたんですけど、うんうん、今ちょっと売店の方が人が足りないので、ああ、なるほど。そちらに。結構海外からもはい。問い合わせというか、そういうのもあるんですか？そうですね。結構見学とか体験に来られる方は半分まではいかないですけど、うんうん、3割ぐらいは海外の方あ、そうなんですか。ギルディングは技法の名前で、あ、技法なんだ。これがギルディングの箔がついてる部分だけ糊を塗って、うんうん、箔を置いてはいはい。密着させる。ああ、なるほどなるほど。っていう技法をギルディング。これってでもなんていうんですか。この型は、はい、なんて言えばいいんだ。つまりこのデザインになってない部分にそれを置くんですか？なんかを。どうなってるの？そうですね。糊の段階でこの線になるように、うんうん、シルクスクリーンとかってわかりますかね。その部分だけ削られてる版があるんですけど、はいはいはい、通過するというか糊が通過する、それで糊を塗って、うんうん、接着したい部分だけにこう糊で線を描くイメージ、ね。あ、そういうことなんだ。ああ、なるほどなるほど。そういうことか。その上に箔を乗せる技法をギルディング。あ、なるほどです。そのさっき言われてた斉藤さんがこの和紙とギルディングを組み合わせるっていうので、日本で唯一ぐらいのことをされてる。あ、そういうことなんだ。あ、他はじゃああんまりやられてないんですね。そうですね。和紙にギルディングはあんまり見ないですね。そういうことなんだ。すごいでもなんかモダンな感じと和な感じが合致してすごいいいですよね。デザインによってだいぶ印象も変わるので、すごい面白い取り組みだと思います。これ自体はなんかあれなんですか？どういう素材なんですか？これは普通に銀箔とか金箔とか銅箔ですね。なるほどなるほど。それってね、知らなくて、実際の金じゃないですよね。あ、実際の金です。あ、実際の金なんですか？あ、そうなんだ。日本でも福井とかだと金箔がすごい有名で。あ、そういうことなんだ。はい。もともと漆の器に装飾する時とかにも使われる。へえ。めっちゃ高価なものですよね。それをあれですか？取り寄せて材料として。箔自体は取り寄せて。へえ。ギルディングツールとかも。あ、そういうのあるんだ。はいはいはい。なるほど。So it costs 500 yen, 500 yen for looking inside. But here you can get the memo that is made by these Japanese papers, which is worth 200 yen. So that's very good, I think. Wow, what should I pick? Maybe this one. I don't know. めっちゃいいね。Probably this one or this one is good. Okay, I'm gonna buy this one. These are the ones that I bought and received from the washi shop, Japanese paper shop. These are all like memocho, and then I really like the colors having like a little gold in each of them. Yeah. 打ち講座を見れなかったんで前回。なんで一回ここにちょっとかつここの工房を見てみたかったんで、ちょっと一回松山まで戻って。すごい。改めて岩手からいらっしゃったんですか？はい、岩手です。すごい。これはもうずっと一日中やってるんですか？そうですね。なんか
今なんかもういつ頃からでしたっけ？どれぐらいやられてるんですか？今4年目です。あ、すごい。楽しさ的なところはどの辺ですか？そうですね。やっぱ不思議じゃないですか。ほうほう。紙に繊維ができるのってすごい不思議じゃないですか。確かに。濡れてると透明に見えたりすると、これそうですね。混ざってるんですね。はい。これ手ですくっただけではやっぱすくえないくらい細かいんですけど。触ってもいいですか？全然わかんない。っていうのはこれくらいの厚みになるとかっていうのがすごい面白くないですか？面白いですよ本当に。いやなんかやってる時も実際にこう見ても紙がやっぱ見えないんで、そうなんです、これをこう重ねてやっとなんかこうあるものなんだっていう分かるっていうのが面白いですね。繊維がすごい繊維自体が、乾くと白く見えるんですけど、実際はこれは半透明だったりするんですよ。だから水が含まれると光の反射が抑えられて、より繊維と繊維の間に隙間が生まれるんで白く見えてるだけで、だから水が含まれた状態だとその反射がすごい抑えられて透明に見えてるっていう。なるほど。でも面白いな。そういうのが面白かったです。元から紙に興味があったんですか？大学卒業するときにたまたま紙に興味があったっていうくらいですね。歴史が好きとか伝統が好きとかそういうのではなくて。すごい違うんですね。来てますね。でその紙の魅力が今語ってくださったところですね。そういうのもあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？いやすごい興味深いですね本当に。そんな感じで。ありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。とても勉強になりました。So, by the way, Namie-san, the lady who guided me through the factory, told me later that she loves papers so much that she has traveled the world to see papers from different countries, by which I was very impressed to know someone traveling the world with that specific theme, which is really great, I think. And we shared Instagram later, and I saw the highlights where she shares the stories of her traveling, handwriting diary style, and I thought it's very interesting. These are just a few, but these pictures are about Thailand, Canada, US, Mexico. And what's more, she recently published a book about her paper-related travels. She said she really put an effort, especially for the use of the book cover, using Japanese traditional paper. And although I haven't read it yet, but I'm very much looking forward to it. If you are a paper enthusiast, I think you really should check it out. Yeah, it was very interesting. I really liked how they've been trying to preserve the tradition of making this thing. And then, as Shiba-san said, it's really interesting. When they are, suiteru the paper, we can't really see that thing in, but when it's in the water, but actually when he put it in the board, there is actually a paper there. So that's really interesting. "見えずとも紙一重なる石宿し、白の輝きいよいよ増して。見えずとも紙一重なる石宿し、白の輝きいよいよ増して。Though unseen, the will of a fine line resides within, the foil's radiance ever intensifying. Though unseen, the will of a fine line resides within, the foil's radiance ever intensifying.